もしあなたが家族と過ごしているすぐ隣の部屋で殺人が行われていたら、2018年1月、さいたま市大宮区樹能町、24歳の男性斉藤淳は落ち着かない様子で部屋を片付けていました。彼はこれから SNS で知り合った女性と会う約束をしており、その準備をしていたのです。楽しみだな。その日、両親は仕事で不在、誰にも邪魔されず、女性と二人きりで過ごせるその時間が近づくにつれ、斉藤は自然と頬をほころばせます。ただその部屋は単に女性を招くにしては不可解な状態。机やベッドなどの家具は全て壁際に押しやられ、部屋の中央には広いスペースが、そして床には大きなブルーシートが広げられていました。そう、斉藤はこれから来る女性を殺害しバラバラにするつもりなのです。両親と暮らすマンションの一室でバラバラ殺人を犯した男。たとえ発覚のリスクを冒してでも実家を犯行現場に選んだ理由とは。男にとって実家という場所は殺人に専念するため、むしろ好都合な場所だったんです。おつわすけんちゃんです。宮みこです。やみこさん、ブラジル行って帰り際にね、ホテルチェックアウトでロビーにね、友達とこう座ってたら日本語で話しかけられたんですよ。60歳ぐらいのね、おじさんがね、声かけてくれたんですよ。ホテル探してて、ちょっと困ってたし、アプリとかいろいろ使って予約したら行かなくていいんで便利ですよって言ったら、ホテルの予約アプリを使ったことがないと。クレカもなんか使えるかわかんないとか言い始めて、ってかどうやってブラジルの空港がここまで来たんですか？流しのタクシー捕まえたって言ってたよね。結構旅慣れてる方だと思うんだけど、僕は。アプリで呼ばないとぼったくられるんですよ。流しで捕まえるとね。クレカ使えない。ウーバーも入ってない。ブッキング .com とかホテル系のアプリも入ってない。じゃあアプリ入れて教えてあげますよって言ったら、アプリのストレージが足りなくて、ダウンロードできなくて。実際にやってあげたのね。そう。しょうがないから俺のブッキング .com の地図でいろいろ調べてあげて、こういうホテルありますよってやってあげて、ちょっとアプリ入れられないから俺写真撮るわっつって、その人の iPhone の写真アプリぶっ壊れてずっと黒画面なのよ。ちょっと本当に良くないんだけど、そのおじさんのこと初期装備おじさんって呼んでて、コロナの時に諦めて7年越しに来たのに初期装備なの。そういう事情があったのね。そう。7年温めたのに何にも準備してないの、この人。逆に面白いおじさんね。そう、逆に面白い。生命力すごいな、みたいな。ね、バイタリティがすごいわね。バイタリティすごい。なので皆さんね、旅行く時に流しのタクシーとか捕まえないで、ウーバーとかグラブとかね、入れてね、ちゃんと旅準備してください、本当に。今回は埼玉県で起こった殺人事件をご紹介。これ犯人はね、恐ろしいことに、両親と一緒に住んでいた家の中で何食わぬ顔で殺人を犯し、遺体を解体までしていたんです。怖っ。その両親はさ、何も知らずに、そのバラバラ殺人が行われた家で暮らしてたってこと？いや、そうなんですよ。うわ。しかもこの犯人の男っていうのは突発的に殺人を犯したわけじゃなくて、あえてね、実家を選んでいたんです。事件は犯行後に男がずっと隠し持っていたあるものが見つかることで発覚するんです。血塗られた飾り棚。2025年5月15日、さいたま市大宮区樹能町、埼玉県警の捜査員たちは神妙な面持ちで4階建てマンションの一室へ足を踏み入れました。そこは31歳の男性斉藤淳が両親と共に暮らしている部屋。斉藤は大宮駅周辺で女性の荷物からスマホを抜き取るスリを繰り返しており、警察は証拠品の押収に訪れたのです。そして斉藤の自室に入ってみると、その部屋の様相は不気味と言わざるを得ませんでした。部屋の引き戸の脇にはつっかえ棒や園芸用のスコップが。斉藤は普段自分以外の人間がその部屋に入ってこないようそれらで扉を押さえていたのです。さらに部屋の中の飾り棚に目をやった際、警察はその動きを止めました。おい、これまさか本物か？本物ですよ。それは7年前に僕が殺した女の人です。動揺する警察官に淡々とそう答えた斉藤。そこにはなんと人間の頭蓋骨が飾られていたのです。スリした犯人の家家宅捜索したら遺体出てくるなんてもう警察も想定外すぎるでしょ、これは。しかもこれ斉藤は隠そうともせずね、思い出話をするぐらいのノリで自白を始めたんです。ほんとどういう神経してんのかね、理解に苦しみますよね。斉藤の部屋の飾り棚には合計3つの頭蓋骨が並べられていましたが、そのうち1つはネットで購入した身元不明のもので、もう1つは精巧な木製の模型。そして残りの1つについて斉藤は自ら手を下した女性のものだと語ったのです。飾り棚のすぐ隣にはノコギリやナイフ、麻製のロープが。さらに部屋にあったスーツケースからは人間の大腿骨や首の骨などが次々と発見され、その部屋でバラバラ殺人が行われたことを示唆していたのです。
そのドアに突っかい棒があったっていうのは、両親がね、部屋に入って凶器とか遺骨とか見つけちゃったら大問題だからってことよね。7年もその状態で生活してたんでしょ。信じらんないわよ。これ問題はね、斎藤とその女性の間に7年前に一体何があったのかってことなんです。彼はどのようにしてね、彼女を自宅へ呼びつけたんでしょうか。やっと見つけた理解者。2017年11月、茨城県で暮らす21歳の大学生渡辺愛さんは深夜に次のような SNS 投稿をしました。もう疲れた。死にたい。投稿されたのは誰に当てるでもないごく短い文章。詳しい理由は明かされていませんが、この頃の愛さんは精神的に追い詰められており、死にたいと漏らすことがよくあったといいます。そしてその投稿に対しメッセージを送ってきたのが斎藤淳でした。一人で抱え込まないで。話なら聞くから。何気なく斎藤とやり取りを始めた愛さん。すると彼は愛さんの死にたいという思いを否定することなく、ただ静かに受け入れてくれました。そうやって何度も相談を重ねるうち、愛さんの中に斎藤への信頼が生まれていったのです。そしてある時、彼は言いました。そんなに辛いなら楽になれるよう手伝ってあげるよ。それは紛れもなく愛さんに自殺を促す言葉、そして斎藤による自殺幇助の提案でした。見知らぬ男からそんなことを言われても普通なら受け入れられるはずがありませんが、愛さんにとっては救いのように映ったのでしょう。そこから彼女は斎藤と会う約束に応じるのです。なんでこんな明らかに怪しい誘いに乗っちゃうのよ。何？死ねれば何でもよかったってこと？実はそういうわけでもないんですよ。これ実はね、自殺願望のある人の多くは死にたいという感情と相反するね、もう一つの感情を持っていることが多いんです。愛さんはそのもう一つの感情から斎藤を信用したと考えられています。というわけで本日のメトラキーワード、SNS の自殺投稿とアンビバレンスについて。アンビバレンスとは、一つの物事に対し相反する二つの感情を同時に抱いている状態。例えば死にたいと周囲に漏らす人は同時に助けてほしいという相反する感情を抱いているとされます。これは自殺の本質的な動機が死ぬことではなく、苦痛から逃れることのため、死にたいという感情には愛されたい、認められたい、自分に価値を感じたいなどの根源的な欲求が隠れているものなのです。SNS 上の自殺に関する投稿は、この葛藤が個人の許容量を超えてしまった際に他人に吐き出すことで少しでも負担を減らそうと行われるもの。つまり死の予告ではなく SOS であることがほとんどです。自分が感じている苦痛を共有し、少しでもその負担を減らしてくれる相手。愛さんにとって斎藤はそうした相手のように映り、やりとりの期間が短くても信頼の対象になり得たと考えられるのです。こうして愛さんは斎藤の自宅へ向かうことになりますが、その際彼は3つの条件を提示しました。斎藤の家へ向かったという位置情報が残らないようスマホの SIM カードを事前に抜いておくこと、家族には住み込みのバイトに行くというメモを残すこと、もしもの時のために遺書を書いておくこと。それらは愛さんが亡くなった際に発覚を遅らせるため、また発覚したとしても自分の意思であることを強調するためのもの。冷静に考えれば斎藤が犯人だと疑われないための隠蔽工作でしかないとわかりますが、愛さんはそれらを彼が自分を思ってのことだと考え全て従いました。そして迎えた2018年1月4日、愛さんは斎藤の自宅へ向かって以降行方不明に。家族は連絡のつかない愛さんを心配し、彼女が家を出たその日のうちに警察へ通報しました。しかし手がかりは住み込みバイトに行くというメモと一通の遺書だけ。当時として愛さんの行き先の特定は叶わなかったのです。それから7年の時が経ち、警察はスリの捜査中、斎藤の部屋で愛さんの頭蓋骨を発見。同時に愛さんを手にかけた理由について警察に問われた斎藤はこう説明しました。自殺願望のある人間なら殺しても捕まらないと思ったんです。そう、彼は自身の殺人願望を叶える上で SNS で死にたいとつぶやいている人を標的にすれば都合がいいと考え、犯行に及んでいたのです。自殺願望がある人なら別に殺しても構わないってことを言いたいんだろうけど、愛さんは愛さんで真剣に悩んでたわけよね。結果その気持ちにめちゃくちゃつけ込むような真似してる。めちゃくちゃ最悪じゃな。殺人にね、罪悪感を抱いていないってところがね、もう本当に一番腹立たしいです。気になるのはなぜ死にたい人を誘い出してまで殺人を犯したのか。その背景には彼の家族を襲ったある悲劇があったんです。家族が壊れた日。幼少期からさいたま市大宮区のマンションで両親と3歳上の兄と4人で暮らしていた斎藤。おじいちゃん子だった斎藤は祖父が経営する中華料理店へ兄と2人で毎日のように通っていたといいます。学生時代の斎藤は清潔感のある短髪にスラックスとシャツを着こなす好青年。近隣住民からも礼儀正しい子だと認識されていました。そんな斎藤の人生が狂ってしまったのは彼が16歳の頃のこと。仲の良かった兄が寿司屋の配達バイト中にバイク事故で亡くな
なってしまったのです。その不幸も相まってか、母親は過激な勧誘で知られる新興宗教にのめり込み、父親や斎藤は彼女と距離を置くように。兄の死をきっかけに一家はコミュニケーションを取らなくなり、次第に分断されていったのです。塞ぎ込んでしまった斎藤は高校卒業後、職を転々とした後、自宅に引きこもるようになりました。その期間は7年続き、外出もほとんどしなかった彼の髪は伸び放題で、単発の好青年だった以前の面影は微塵もなくなってしまいます。そして社会的な孤立を深めていく中で、斎藤の内側にはある衝動が生まれていました。人を殺してみたい。いや、ずっと人と会わないね、生活してると心がすさんでくっていうのはね、まあわかるんだけど、それで殺人願望を抱くまでになるっていうのはなんか極端というかもう得意事例すぎるわよ。ここまで見てると社会からの孤立によってね、殺人願望が生まれたと思われがちなんですが、実は斎藤は幼少期から殺人願望があったんです。そしてね、この引きこもり生活っていうのは、その殺人願望が明確になるきっかけでもあったんです。引きこもり生活の中で長年の殺人願望を叶えようと考え至った斎藤。あろうことか彼はその計画の実行場所として両親と暮らす実家を選びました。両親に見られるリスクを冒してまで実家で殺人を犯そうと考えた斎藤の選択は普通に考えれば不可解に思えます。しかし実は彼にとってその実家には絶好のシチュエーションが整っていたのです。斎藤が暮らすそのマンションはバブル期に建てられたものでお金がかかっており、防音性に非常に優れていました。また各部屋へたどり着くまでに長い廊下があり、斎藤の部屋は他の家族の居住空間と距離があります。自室のドアを封鎖して完全な密室を作り上げれば誰にも邪魔されず殺人を実行に移せると彼は考えたのです。斎藤は幼い頃から人体に関する書籍を読み漁り、頭の中で何度も解体の手順をシミュレーションしていたといいます。自身で築き上げたその密室は人間の体を自分の手で解体し、その感触を存分に味わうにはこの上ない環境に思えました。そしてどうぞ、誰もいないから大丈夫だよ。2018年1月4日、大宮駅で落ち合った斎藤と愛さんはその足で彼のマンションへやってきた。静まり返ったその家の中、愛さんは斎藤に誘われるまま一番奥にある彼の部屋へ歩みを進めていく。そしてここだよ。愛さんは斎藤に促されるままその部屋へ足を踏み入れるが、同時に動揺を隠せずにいた。これは全ての家具が壁際に押しやられ、中央に大きなスペースが用意されたその部屋、床一面には真新しいブルーシートが広がっていた。斎藤はその部屋のドアを閉めるとこう言った。死にたいんだろ？手伝ってあげるよ。振り返った愛さんの目に映ったのは無表情のままロープを手にした斎藤の姿。本能的な恐怖に駆られ後ずさる愛さん。斎藤はゆっくりと距離を詰め、そのロープを彼女の首元へ回した。ぼやけていく視界の中、愛さんはやがて意識を手放した。その最後は本当に彼女が求めたものだったのだろうか。愛さんを殺害した後、斎藤はノコギリとナイフを使いその遺体をバラバラに解体。肉片や一部の骨はゴミとして処分したものの、頭蓋骨や大腿骨などの大きな骨は洗浄し手元に残しました。それはそれらの骨がゴミに混ぜるには大きすぎるという理由にも感じられますが、実はそうではありません。斎藤はそれらの骨を部屋に飾り、眺めて事件のことを思い出したかったのです。気持ち悪いわね。でもずっと人のこと殺したいって考えてたやつのことだからあり得る話ではあるわよね。シリアルキラーっていうのはね、殺人の証拠っていうのを持っときたいっていう願望あるらしいですからね。斎藤もね、下手すれば連続殺人犯になっていた可能性もあるんです。事件から7年半の間、斎藤は両親と暮らすその家の中、閉ざされた自室に愛さんの頭蓋骨を飾り、何食わぬ顔で過ごし続けました。そして2024年頃から女性を狙ったスリを繰り返すようになったことで事件が明るみに。この時愛さんの殺害が発覚していなければ、ひょっとすると第2、第3の被害者が出ていたかもしれません。なぜなら斎藤がスリを行っていたのは通り魔の練習だったから。警察の尋問の中で斎藤は確かにこの次は無差別殺人を計画していたと未だ尽きることない殺人願望を語ったのです。2025年6月16日、埼玉県警は斎藤を殺人の疑いで再逮捕。彼は愛さんを殺したことは認めたものの、彼女はそもそも自殺するつもりで自分は手助けをしただけだと主張しました。この話が事実であれば、犯行は被害者からの依頼による嘱託殺人にあたり、通常の殺人罪と比べて刑が軽くなります。今後の裁判
判では犯行が被害者の意思によるものだったか否かが争点となるでしょう。しかし遺体を解体して被害者の骨を部屋に飾り、次の殺人の予行練習まで重ねていた男の手助けをしただけという言葉に一体どこまで信憑性があるでしょうか。 SNS 上にあふれる実願望の多くは苦しい状況から逃れたいという SOS の声、救いの手を差し伸べる人も当然いるでしょうが、中には斎藤のように助けてほしいという感情を悪用しようとする人間も存在します。愛さんが斎藤の誘いに応じたのは彼の言葉に少なからず救いを感じたから。斎藤のような偽物の寄り添いではなく、本心から寄り添ってくれる相手がいれば悲劇は防げた可能性もあります。死にたいと追い詰められた人を前にした時、あなたなら何ができると思いますか？オゾスケンちゃんです。やみやみこ。というわけでね、皆さんね、お知らせなんですけど、シーシャバーシュメル7月にオープンしてからね、もう半年以上経ちまして、はい。本当にね、多くのメトラーさんだったりとか、アルゴメトリー見てないね、本当に一般の方とかがね、もう今はもうそっちの方が多いんですけど、すごいね、来てくれてね、本当にちょっと忙しくなって、うんいい意味で。なので、ちょっとこの度ね、若干名ではあるんですけど、シーシャバーシュメルで一緒にね、働けるね、仲間をね、募集したいと思います。というわけでね、場所はね、恵比寿駅のね、西口からね、徒歩5分。日比谷線4番出口からは徒歩10秒ぐらいのね、すごいいい立地にあるんで、で、こう内装はね、アンティークだったりとか、曲はジャズっていうのに限定して、その中で C 社をね、たしなめるっていうね、素敵な空間になってますんで、本当に一緒に働いてるね、仲間もね、ヤミコさん来たことあるからね、わかると思うんですけど、本当にいいメンバー揃ってるんで、ちょっとね、もちろん応募した全員を採用することはできないんで、逆にいい意味でちゃんと人を見極めて採用してるんで、そこはね、安心していただければと思うんで、ちょっとそういったね、環境に身を置いてね、一緒に C 社バーで働いてみたいよっていうね、メトロの方がいたらね、ぜひね、概要欄、固定コメントのね、ウォンテッドリーの方からね、応募いただければと思います。皆さんのね、ご応募お待ちしてます。